皆さんこんにちは。アリア CD の松本大輔です。今日も皆さんを音楽が歴史を動かしたあの瞬間にお連れしましょう。クラシック史あの瞬間。1853年9月30日、デュッセルドルフ。ロベルト・シューマンは日々の出来事を記していた家計簿兼日記に短い一行を記した。ハンブルクから来たブラームス氏。しかし、この言葉からは、ブラームスに対する特別な関心を感じ取ることはできない。ところが、翌日状況は一変する。その時、ロベルトが書いた言葉は、ブラームス来訪、天才。一体、たった一日の間に何が起きたのか。訪ねてきたヨハネス・ブラームスはまだ20歳。楽団ではまだほとんど名を知られていない青年だった。演奏旅行で出会ったヨゼフ・ヨアヒムというバイオリニストに、シューマンを訪ねてみてはと勧められたのだ。こうしてブラームスは敬愛するシューマンの家を訪ねた。中に通されたブラームスは、ロベルトとその妻クララの前で自作のピアノ曲を弾いた。ブラームスの音楽を聴いたロベルトとクララはその素晴らしさに驚嘆する。だが、ロベルトの興奮はそこで終わらなかった。10月2日、シューマン家の音楽会には、コンサートマスターのルッパート・ベッカーも加わった。ベッカーは日記に書いた。この若者は自作を数曲弾き、計り知れない才能で私たちを驚かせた。シューマンは彼を音楽のメシアだと考えている。数日のうちにその興奮は周囲の音楽家たちへ広がっていく。4日、ピアノ、バイオリン、チェロのための作品を支援。途方もなく独創的、素晴らしい着想。続く数日にも歌曲やバイオリン作品、四重奏曲などが仲間たちの手で次々と試された。この青年はまだ何を隠し持っているのか。旅行カバンから趣向譜が取り出されるたび、まだ誰も知らない音楽が仲間たちの手で音になっていった。クララは記した。この月、20歳の作曲家ブラームスという驚くべき人物が現れた。まるで神が特別に使わしたかのようだ。作品には溢れる幻想と深い感情があり、それでいて形式は見事に整っていた。それからほどなく、ロベルトはブラームスを世に紹介する文章に取り掛かった。10月28日、新しい道と題する論説が発表される。ロベルトは長らく待ち望んでいた人物がついに現れたと宣言した。その名はヨハネス・ブラームス。こうしてブラームスの名は広く音楽界に知られることになった。11月16日、ブラームスはロベルトに手紙を書いた。公の賛辞によって世間の期待はあまりにも高まった。どうすればそれに応えられるのかわからない。彼はトリオを出版せず、バイオリンソナタにも手を入れると伝えた。あの部屋で鳴った音楽を若者は早くも厳しい目で選び直していた。9月30日、ブラームス氏。10月1日、天才。そして10月28日、その名は公に告げられた。それは、ブラームスがロベルトの家の扉を叩いてからわずか28日後のことだった。